皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り扱う話題はウクライナ情勢です。ウクライナに侵略しているロシアですが、ロシア国内でプーチン大統領を批判すると何が起きてしまうのか、プーチン大統領を批判したロシア人歌手の転落死というニュースが入っています。その他、ロシア国内における労働者不足を解消するため、北朝鮮からの労働者派遣といったことがニュースとなっています。さらに今日は、ウクライナ軍発表によると、ロシア軍戦車の撃破数が1万を突破したある種記念的な日となりました。これらニュースについて見ていきましょう。プーチン大統領を批判したロシア人歌手、警察捜索中に10階から転落し、ロシアのウクライナ侵攻を批判してきたロシア人歌手のバディム・ストロイキンさんがウクライナ軍に資金援助をしたという容疑で警察の捜索を受けていたところ、マンションから転落して死亡した。警察が5日にロシア・サンクトペテルブルクのあるマンションで10階にあるストロイキンさんの自宅を捜索したと報じた。そして捜索の過程でストロイキンさんは水を飲むと言ってキッチンに行き、窓から下に転落したと伝えた。メッセージアプリテレグラムのチャンネルはストロイキンさんがテロ組織に加担したとして起訴された場合、最大で20年の刑を宣告される状況だったと伝えた。このチャンネルは、ストロイキンさんは慌てて窓を開け、取り返しのつかない行動を犯したとしている。別の現地メディアは、ストロイキンさんの死に関する調査が行われているところだと伝えた。ロシア中部チェラビンスク出身のストロイキンさんは、サンクトペテルブルクに移住する前、ウラル山脈のエカテリンブルクで暮らしていた。ストロイキンさんは、あるラジオ局で音楽番組に携わったり、旅行会社を経営したりしていた。ここ10年間は個人のギターレッスン講師として活動し、講演活動もしていたという。ストロイキンさんは SNS を通じ、ロシアのウクライナ侵攻を公に批判してきたとされている。2022年3月には、このウラジミール・プーチンロシア大統領は、兄弟国だけではなく、自国民に向けても戦争を宣布した。私は彼が死ぬことを望んでいない。裁判を受けて刑務所に入ることを願うと投稿した。また、野党運動家のアレクセイ・ナワルヌイ氏が昨年2月、シベリア最北端の刑務所で謎の死を遂げたとのニュースが報じられると、SNS でプーチン大統領らを罵ったこともあった。通常、高層マンションにおける10階であれば、台所で水を飲むときに窓から転落するといった状況は、非常に不自然な状況です。プーチン大統領を批判してきた人が、警察が捜査のために入っているという状況のため、様々な罪を着せられて、もう二度と刑務所から出られないと思い詰めたかもしれませんし、それ以外の理由で転落死したことにされたのかもしれません。ロシアにおいてはこうしたプーチン大統領を非難することが生死に関わる状況を生み出します。続いてロシアでは労働者不足といったものが深刻化しており、この問題を解消するため、北朝鮮からの労働者派遣といったものが行われているようです。北朝鮮、ロシアの建設現場に労働者数千人派遣。韓国情報当局。韓国の情報機関、国家情報院は、北朝鮮が昨年、ロシア各地の建設現場に計数千人の労働者を派遣したことを確認した。ロシアの若者がウクライナ戦争などに動員され、建設現場の労働力が不足する中、北朝鮮がこれを補っているとされる。北朝鮮は兵士だけでなく、建設労働者もロシアに派遣していることになる。北朝鮮による海外への労働者派遣は、国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁違反にあたる。国連安保理は2017年の決議で北朝鮮労働者への雇用許可を禁じ、同年の別の決議では北朝鮮労働者を2019年12月末までに送還するよう国連加盟国に求めた。北朝鮮とロシアは国際社会の目を欺くため学生ビザなどを利用しているとされる。アメリカ政府系のラジオ自由アジアはロシアの統計を引用して昨年1年間にロシアに入国した北朝鮮住民は13,221人で前年の12倍に急増したと報じた。このうち入国目的が教育となっているのは7,887人で最も多かった。この問題に関しては戦争研究所もレポートの中で取り上げていました。北朝鮮からロシアへと教育目的とする抜け穴を使って
多くの人たちが渡ってきていることを報告しています。現在ロシアはウクライナへの本格的な侵攻が始まって以来、民間部門と防衛産業部門の両方で深刻な労働力不足に悩まされている。民間部門で働くために数千人の北朝鮮人がやってくることは微々たるものであり、ロシアの労働力不足を大幅に緩和するものではない。例えば、ロシアでは2024年12月時点で推定で150万人の労働者が不足していると報じられている。しかし、北朝鮮からロシアへの物資と兵士の提供は2024年を通じて大幅に増加しており、最近ロシアに到着した数千人の北朝鮮労働者は将来的にロシアの労働力不足問題をさらに大幅に改善する可能性のある大規模な流入の始まりとなる可能性がある。なお、ロシア軍が当初少数の北朝鮮製の大砲や迫撃砲弾を使用したが、それが急速に増加し、2024年12月時点においては、ロシア軍の発射した砲弾の 60% が北朝鮮から提供されていると見られている。ロシア国内でプーチン大統領を批判すると、それ自体が罪に問われ刑務所に送られてしまうということは、これまでも何度となく報告されていました。例えば、2022年のロシア軍による本格的な侵攻が始まった際に、戦争というのは良くないことだよねといった話をした学校の教師が、それを当局に密告され、職を失い、最終的には自殺したといったニュースなどもニュースとして報じられていました。また、同様の例として、プーチン大統領がこの侵略戦争をあくまでも特別軍事作戦であり戦争ではないという定義をしたことから、プーチン大統領が戦争をしている、それも侵略戦争であるといった言及そのものが、ロシア国内では非合法の言論活動として当局に捕まってしまうというかなり異様な状態となっています。ただ、そうした声を上げるよりは、さっさと国から出て海外へと散っていく人たちも多かったですし、残っている人たちの間では、戦争に行くのはどうせ貧しい人なんでしょうといった形で、自分とは関係のない出来事として、今のプーチン政権に差したる反対の声を出さないといった人も多いのが現実です。そのために、ロシアの大都市圏においては、戦争に行く人は少なく、一方において、給料面で大幅に低く、そして生活苦に苦しんでいる人たちを中心として軍に志願する人が多いことから、ロシア軍の前線における人海戦術が成り立っているということも現実としてあります。月給5万円、6万円といった水準で働いていた人たちが、軍隊に行けば30万円、40万円与えるし、契約金も出すし、亡くなったらもっともっと多くのお金を出しますよという形にして、生きているよりも軍隊で死んだ方が10年、20年、30年分といったお金を出しますよといったような形で、地方の貧しい人たちを中心として軍隊へと駆り立てているのです。さて、そんな感じで戦争を続けているロシアなわけですが、ウクライナ軍による迎撃がずっと続いているわけで、ついにロシア軍戦車の撃破数が1万を突破したというウクライナ側の発表がありました。ロシア軍による本格的な侵攻が始まって以来、ウクライナ軍は迎撃戦闘をずっと続けてきました。そして日々戦果を発表しているその累計として、ロシア軍の戦車撃破数が1万を突破したそうです。現在でも戦争は続いており、さらにまだまだ続きそうな感じではあるものの、ここでは一度ロシア軍の吹っ飛んでいる姿でも見ておきましょう。最近のロシア軍の戦車撃破数としては、どうしてもドローンによる突撃攻撃によって吹っ飛ぶ姿というのが印象的なものです。ただし、足を止めるためには対戦車地雷が非常に重要で、まだまだ足元を壊してそこで動けなくなったところをとどめでドローンが突っ込むといった形が必勝パターンとなっています。一方、こちらの映像では、ウクライナに供与されたレオパルト2戦車がロシア軍の車列に対し砲撃を行い、この一弾を完全に食い止めることに成功したというような映像となっています。ロシア軍の戦車兵というのは、基本的には2022年の段階からずっと生き残ってきたというような、いわゆるベテランの戦車兵はあまり数がおらず、どうしても撃破されるたびに新しく戦車兵を育成しなければなりません。そうしたこともあって、数を頼みに前進はするのですが、一両一両の戦い方としてはどうしてもレベルが低く、場合によってはこうしたたった一両の戦車にも撃退されることが発生してしまいます。こうしたロシア軍戦車の撃破される様子を見ると、前線の兵士たちの苦しみは続くわけで、
プーチン大統領はさっさと侵略戦争を諦めてほしいものです。ロシア軍の戦車がドローンの攻撃によって吹っ飛ぶ映像といったものはもうこの2年間ずっと続いてきたわけなので、見飽きてしまい、戦車なんて不要だなと思う方もおられるでしょう。しかし、現実にはロシア軍の戦車が吹っ飛ぶイコール戦車不要論ではなく、ああ、なるほど、ドローンによって攻撃で破壊されるのであれば、ドローンによって破壊されない戦車を目指さなくてはならないという開発命題が浮かんでいます。単純な話として、攻撃されても撃ち抜かれない装甲であるとか、もしくは近寄ってきたドローンを撃ち落とすための近接防御兵器を搭載すること、そういったことが今は考えられて、最新の戦車には能力を組み込むことが取り組まれています。というのも、ロシア軍の場合だと兵士の死傷といったものを大して気にしない性質ですから、今の攻勢が成り立っているわけですが、西側各国においては、歩兵の命を投げ捨てるなんていう基本戦術は取りません。ですから、戦車や歩兵戦闘車に乗せて移動するということを前提にすれば、ドローンによって攻撃されるから、じゃあ戦車や歩兵戦闘車を廃止しようではなくて、いかにして乗っている人たちを守りながら戦うかを考えて兵器を開発するのです。それこそロシア軍がウクライナに侵略したその当初において、対戦車ミサイルジャベリンと戦車1両の値段を比べて、ああなんだジャベリンで戦車を倒せるんだったら、戦車なんて廃止してジャベリンで戦わせればいいじゃないかみたいな意見が出ました。しかしそれは兵士が大量に死ぬことを前提としたコスト比較であり、非常に人命を軽視したものです。ドローンによる破壊が続いたとしても、なおもう戦車には歩兵を装甲で守ろうという基本的な考えが残り続ける意味があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。